この辺りはねシルクとレーヨンとかシルク100のものもあります。こちらの作品はシルク100になります。で初めて今年使う素材なんですけども1メーター10センチ ×2 メーターぐらいあってすごい大きいんですけどもすごい薄手なんで畳むと小さくなるんでねでも大きいんで模様がすごい鮮やかに出るっていうか綺麗なんで今回ね壁面に展示させてもらったんですけどねこの辺の淡いのは桜ですね。でちょっとすごいはんなりっていうかあれは桜に茜をかけてます。だから元の桜は 2,3 年前かもうちょっと前に染めたものもあるんですけど最近茜をかけたんですね。そうすごい本当春爛漫っていう感じになってるんですけどそうですねここでは多分板締めの作品初めてだと思うんで布をこう屏風畳っていうか折りたたんでいくんです。で上から両側から板でこう挟むんですよね。そうするとその板の模様が同じようなのが出てくるわけですよね。で藍ですと濃淡があると面白いんで板の形を変えるとまた模様が変わりますし好きな技法の一つなんですけどもこちらもね布をこう折りたたんで半月状の板を当てて染めてるんですけどちょっと面白い模様が出たんでねだから小さいハンカチとかでこう三角形四角とかねこう出てると板の形かなって想像はつくんですけどこんなの見てるとちょっとわからないですね。だいたい春の作品展は桜とかお花をバックにして作品をあしらって撮ってますんで去年はちょっと時期が遅かったんでね桜はもうほとんど散っちゃってたんですよね。でうちのそばに光行寺ってお寺があるんですけどその端っこにきれいな多分花桃だと思うんですけどきれいなピンクのお花が道からたまたまきれいに見えたんでこれはいけるかなと思ってそこをバックにして撮ったわけです。だから本当これ案内状を作るのが1年がかりっていうか先日パリへ行かれたっていう話、はいでその会場でも染めをされた、もうシンプルな絞りですね。染めるのもバンダナかストールかエコバッグのような誰でもすぐできるようなものでもすごいフランスの方ね藍染めが好きで一応ピンクも用意していったんですけどねお客さんにそのピンクか藍かどっちがいいですかって言ったらみんな藍って言うんですよね。で日本文化を紹介するイベントなんで日本に興味がない方は来てないと思いますけどもちろんねそこまでねフランスの方がね藍染め好きってこちらもね分からなかったんですけどもとにかくマニフィックっていうか素晴らしいそんな難しい技法をねやるわけじゃないんだけどみんなすごい喜んでいただいてでフランスってジャポニズムって浮世絵なんかが印象派の画家にすごいね影響を与えたでしょう。だからすごい日本文化に興味がもともとあるっていうかパリ本当久しぶりなんですけどすごいその反応も良かったしまた大好きになってしまってねまた行けるんだったらもう毎年